はいどうも皆さんこんにちは、私です。今日はですね、原宿に来てます。何が目的かというと、ソングフォーザミュートコラボの第6弾のアイテム、テコンドーが発売されるんですよね。なのでそれをちょっとね、買いに行こうかなと思ってます。アプリで抽選もあったんですけれども、残念ながら外れてしまって、他のサイトさんとかでもね、全然売り切れで買えなかったので、原宿にあるキャットストリートの店舗に行ってないか確認しに行こうかなと思ってます。前回までは普通に売っていたので買えるんじゃないのかなと思うんですけども、今回は販売店舗が限られているっていう話もあるので、ちょっともしかしたら買えないかもしれないんですけども、確認しに行ってみようかなと思ってます。キャットストリートやってきました。さあ、売っているんでしょうか。ソングフォーザミュートコラボ買えました。よかった。ギリギリ在庫がありました。ただ今回いろんなところで言われているんですけれども、なんか弾数がそもそも少ないみたいな話があるんですよね。基本的に大きいサイズとかハーフ展開で細かい刻みのものはオンラインの、コンファームドで抽選に当たらないと手に入れられないという感じだったのかなと思います。もしかしたらセレクトショップさんとかでもね、展開あるかもしれないんですけれども、その点はちょっと意外でしたね。でもまあ無事に私が履けるサイズゲットできたので良かったかなと思います。これは後でゆっくりできるところで実物を確かめながら、着画とかも見せていければいいかなと思います。はい、買ってきました。ソングフォーザミュートの箱になってますけど、今回は青い箱になってますね。いつものパンチングはあるんですけれども、普段はね灰色っぽい箱になったと思うので、今回はちょっと変わっている感じがしますね。ここのロゴもいつもは手書き風のロゴだったんで、今回はちょっとテイストが変わっているのかなと思います。早速開けてみていこうと思います。この紙はいつもと一緒のやつかな。多分一緒な気はするんですけれども、どうなのかな。あらー、私が購入したのはテコンドーのカーキカラーになります。めちゃくちゃ可愛い。これね、なかなか売ってないんですよね。ここにテコンドーって書いてありますね。これね、なかなかサイズ展開も少ないですし、弾数も少ないアイテムらしいので、ちょっとレアなスニーカーになっちゃうかもしれないですね。もし探している方は早めに急いで買いに行った方がいいのかなと思います。ここのね、後ろのところがクシュクシュってなってゴムになっているので、今日同日発売のナイキジャックムスコラボの、ムーンシューズと似たようなテイストなのかなと思います。で、今回はかかとにこのプルタブがついてますね。ソングフォーザミュートって書いてあって、で特徴的なのはここですよね。ソール裏がえぐれたような感じのテイストになっていて、ここにサイズ表記の、マークが書かれているんですよね。ちょっと試着したので汚れちゃってはいるんですけれども、こんな感じになっている特徴的なデザインになってます。あとは何か特筆することはあるかな。あとはこのサイドのステッチワークだったり、この3本ラインの3ストライプのプリントだったりがちょっと面白いなと思いますね。履いてってかすれたらもっと雰囲気出てくるのかなと思いますね。で、替え紐は同じカーキ色のやつが1本ついてますね。なので同色にして、履いてみることもできるのかなと思いますね。ここの当て側が結構いいですよね。ステッチも入ってて、どんどん汚れていったら雰囲気が良くなっていきそうなスニーカーだなと思います。両足出してみました。めっちゃ可愛いですね。なんかね、よく見ると最初から汚れ加工みたいになっている気がしますね。黒の方はちょっと汚れが目立たなかったんですけれども、ベージュ色とかはねすごく汚れ加工が目立っていて、このカーキも汚れが結構かかっているんですね。かかとの方もちょっとかかってますね。汚れが最初から汚し加工になってますね。いいですね。これは本当変えてよかったな。ちょっとね、着画も見ていこうかなと思います。はい、自宅に帰ってきました。履いてみるとね、こんな感じですね。さっきもね、試着しているところを見てもらったと思うんですけれども、室内の照明の下ではこんな感じの色味になってますね。どうでしょうか。このカーキ色っていうのがね、結構いい感じに渋い色になってるので、黒とも相性がいいんじゃないのかなと思ってますね。こんな感じになってます。いいですよね。かっこいい。結構ぺったんこのロープロファイルっていうんですかね、それが流行っているので、
例えばプーマのミードキャットとか私も持っているんですけれども、ああいう感じのテイストと似ているシューズになるのかなと思います。で今履いているパンツはこれ幼児の、バルーンパンツなんですけども、幼児ともね結構相性がいいんじゃないのかなと思いますね。どうでしょうか、この感じ。バルーンの広がったワイドパンツに、足首がちょっとちらっと見えていて、ぺったんこのシューズっていうのがこれね幼児さんらしいというか、テコンドーっていう名前からもある通り、ちょっとね武闘派というかちょっと格闘技とかに、適しているような、その動きやすそうなシューズになっているのかなと思いますね。これはねどんどん履いていくうちにこのカーキという色も相まって汚れていくと、より一層雰囲気が出てきてかっこよくなるんじゃないのかなと思います。で付属していた、靴紐があるので、そっちにもね付け替えて見ていこうかなと思います。はい、靴紐を変えてみました。どうでしょうか。最初はね私白い紐の方がいいんじゃないのかなと思ってたんですけど、実際こうやって付け替えてみると意外とこの同色のカーキカラーも悪くないなと思いますね。よいしょ、近くで見るとこんな感じですね。結構色味が抑えられていて、落ち着いてくれるので悪くないなっていう気がします。これカーキと白しかついてないんですけど、ソールが黒だったり3ストライプが黒なので、黒い細い紐に変えても結構かっこいいんじゃないのかなという気もしてきました。皆さんはどうやって履きたいとかありますかね。私は最初は白い紐でちょっと、このシューズのね良さを目立たせていきたいかなという気持ちが強いですね。だんだんこれが汚れてきたり慣れてきたりしたら、カーキ色とか他の靴紐の色に変えてもいいのかなという気がしています。皆さんが気になるこれのサイズ感なんですけれども、一応このテコンドーメイというのはウィメンズモデルになってます。なのでサイズ感とかがねちょっと難しいかもと思われるかもしれないんですけれども、これはねマイサイで大丈夫です。いつものセンチサイズが一緒であればそれを選んでいただければ問題ないかなと思います。ナイキとかだとねウィメンズモデルだとハーフサイズアップしたりとかすると思うんですけども、このアディダスに関してはね多分ウィメンズでもサイズ感一緒だと思うので、私の場合は、メンズのサイズとこのウィメンズのサイズ同じものを選びました。なのでサイズ感悩んでいる方はすでに持っているアディダスのシューズでスタン・スミスとか、サンバとかカントリーとかと同じサイズ感のセンチを選んであげればいいんじゃないのかなと思います。特にねゴムがついているからといってきついとかそういうことはないと思いますね。すごく履きやすいです。お値段は22,000円で今までと特に変わらないので、手に取りやすいシューズになっているんじゃないのかなと思います。先ほどもお伝えしたんですけれども、今回球数が本当に少ないみたいで、店舗とかの方にもあんまり入っていないっていう話を聞いているんですね。ウィメンズモデルだからちょっとメンズサイズよりもレディースサイズの方がちょっと多めなのかなという、そういう事情もあるのかもしれないんですけれども、気になっている方は早めにね店舗の方に問い合わせていただいて、買いに行かれることをお勧めします。はい、ということで今までに購入したこのソング・フォー・ザ・ミュートのカントリーとスーパースターも持ってきました。今までね黒と茶色とカーキなので全部色バラバラになってうまいこと使い分けられる色になっているのが結構私なかなかいいチョイスをしたんじゃないのかなと思っています。私が持っているソング・フォー・ザ・ミュートコラボのスニーカーはこの3足なんですが、これより以前にもいろいろ出てたのかな。第6弾なのでこれから先もまたいろいろコラボレーションで面白いスニーカー出るんじゃないのかなと思うので、今後もねソング・フォー・ザ・ミュートコラボの情報を追っていきたいと思っています。ではまた何かありましたら動画撮っていきますのでよろしくお願いします。バイバーイ。